こんにちは、ヘビ屋のひろあきです。今日は驚くとボールのように丸々修正を持つボールパイソンというヘビの目利きポイントを3つお話ししたいと思います。目利きといっても、お迎えするにあたってこういうところを気をつけたらいいんじゃないか、こういうところを注目したらいいんじゃないかというところをですね、目利きでより価値があるないとかそういうわけじゃないんですけど、できれば健康な子がいいと思いますし、最初の段階でトラブルを減らすためにどういうところに注目したらいいのかということをお話ししたいと思います。まず一つはですね、力があるかどうかですね。ボールパイソン実際に買うにあたって全く手に触れずに決めるというパターンは少ないと思うので、大体は、手を消毒した上で触らせてもらってからお迎えされることが多いと思うんですけども、その時にですね、その子にしっかり力があるかどうかっていうのを見てあげるといいと思います。例えばひっくり返した時にこうぐるっとすぐ元に戻るかとか、こう不安定なところに置いた時にしっかりと自分でバランスをとってくれるかどうかとか、元気がなかったり病気の子とかっていうのはですね、だらーんとこううなだれるようなしなだれるような形になっていきますので、しっかりと体に張りがあって照りがあってツヤがあって動きもしっかりしているか、筋肉に力が入っているかどうかというのを見てあげると良いと思います。こんな感じですね。これがまず一つ目に見るところ、もう一つはですね、口の様子。目利きボールパイソン目利きポイントその2は口の様子です。ボールパイソンが体調不良になるとやはり口に変化が起こることが多いです。例えば口の周りからよだれが垂れている、泡を吹いている、あるいはよだれの跡があるなど、体調不良の時には、よだれが出たりすることがあるので、その子の口の周りを見て特に問題がないかとして、ここまでできるかどうかっていうのはお店にもよりますし、その方にもよると思うんですけど、こうですね、口をムイッとやってよだれが出ていないか、体調が悪い子とかだとこの段階でですね、口の中にこう、よだれがジュクジュクしているような感じになります。もちろん普段分泌されているものなので、個体差とか、あとは、脱皮前は少しよだれが出気味になったりとか、あるいは水を飲んだ後とか、その時のバイオリズムによっていろいろ変わってきたりはしますけれども、一つ見るといいかなというポイントですね。口、あとはそのお店でケージに入っている時に口が開いていないかとか。ボールパイソンは普段は口を閉じた状態で呼吸をしますけれども、それだと苦しい場合は口をパカッと開けて呼吸をしたりします。でそうすると、何らかのこの呼吸器系のトラブルを抱えているという可能性がありますので、ちゃんと口を閉じた状態で呼吸ができているかを確認してあげるといいと思います。あとはですね、ケージの中にいる時に体を壁に預けていないかっていうのも見てあげると良いかもしれません。これはその2の派生ですけど、臆病なヘビなので、もし何か自分の体調が悪いとか調子が悪いとかっていう時は、体を何かに預けるようにしてどこかに触れていることで安心しようとするわけですね。なのでこの端っこの方でこうちょっと元気すぎ、力のない感じでこう壁の2面あるいは3面に体を預けて、くにゃーっとなっているとかだと、もしかすると少し体調が良くないのかなということも考えられますので、ケージの中を確認してあげると良いかなと思います。ボールパイソンの目利きポイントその3はですね、目利きというか購入される時に一応確認しておいた方がいいことですけれども、オスとメスを買われる時にしっかりと確認した方が良いと思います。これは誰でも確認できるわけではないとは思うんですけど、そのお店の方にこの子は本当にオスかメスか念のため確認してもらえませんかと。オスって書いてあるけどメスっていうことはありませんか、メスって書いてあるけどオスっていうことはありませんかと確認されるといいと思います。やっぱちっちゃいと判断しづらいこともあるんですけど、しっかりと確認をして、やっぱりね、これから長い間一緒にいるわけですから、繁殖を視野に入れている方もいると思いますので、1年2年経った後で実はオスでしたとか、オスだと思って飼ったけど実はメスでしたっていうことがあった時に、誰にも責任が取れないというか、あんまり長くこう時間が経った後だと店にも言いにくいでしょうし、じゃあこれがオスだと思ったけどメスだったっていう時にその子を手放すかっていったらやっぱ命なので、家族なので、性別が違ったからもう愛情が薄れるってわけにはいかないじゃないですか。なので、いろんなことを繁殖とかの計画もあると思いますので、オスメス最初に確認すると良いと思います。お店によると思いますけれども、ポッピングっていう方法で精液を出してくれたりとか、あとはプロープっていうものを刺して性別を確認してくれたりするところもあると思うので、これ自分でできる人っていうかやる人はあまりいないんじゃないかなと思うんですけど、大体ですね、この精液をこうニュッと出したりして、これはオスですねとか見せてくれたりしますので、そうですねと確認をしてから買われるといいんじゃないかなと思います。
今日は驚くとボールのように丸々習性を持つボールパイソンをお迎えするにあたっての目利きポイント、1つは体にしっかり力があるか、2つ目は口が開いたりしていないか、あるいは口の周り、口の中によだれが出たりしていないかというのを確認した上で、最後はオスメスをしっかり見ていただいてからお迎えされるといいんじゃないかということをお話ししました。当店の生体在庫状況は概要欄にあるホームページからご覧ください。